こんにちは。更年期トータルケアインストラクターの永田京子です。今回は更年期の代表的な症状、ホットフラッシュについて自分でできる対策ケア方法をご紹介していきます。更年期の代表的な症状、ホットフラッシュ。名前を聞いたことがあるっていう方も多いのではないでしょうか。よくですね、講座や講演会を行っていると、このようなご相談が多いんです。時間も場所も関係なく、突然汗が吹き出てしまうので困ってるんですとか、また体温の調節がうまくいかなくって、この上半身はすごく暑いのに、なのにこの手先とか足先っていうのはすごく冷えてるんですとか、またびっくりするぐらい過剰な汗をかくので、周りにも心配されてしまって、もうなんだか二重に辛いみたいな声をねいただくことがあります。ホットフラッシュに悩まれている方ってすごくたくさんいらっしゃるんですね。で、そこで今回はこの更年期によくあるホットフラッシュについて原因と対策ケア方法というのをご紹介していきます。今回の動画の内容です。ホットフラッシュとは、そして対策1、汗を一瞬で止めるツボ押し方法。対策2、落ち着く呼吸方法。そして対策3、備えて安心ホットフラッシュの便利グッズ。そしてホットフラッシュの後に注意するべきこと。また症状を軽くする生活のコツについてお届けをしていきます。では早速解説していきましょう。まず最初、ホットフラッシュとはについてです。更年期の代表的な症状、ホットフラッシュ。主にですね、上半身、特にこの胸から頭のてっぺんにかけて突然暑いと感じてですね、急に顔がほてってしまったり、また赤くなってしまったり、びっくりするぐらい汗をかいてしまうというような症状です。で、これはですね、更年期の自律神経の乱れから暑くなくても暑いというふうに脳が勘違いをしてしまって、でそして驚くほど汗をかいてしまう、体温調節ができなくなってしまうというような症状なんです。で、これ困ったことにホットフラッシュっていうのはですね、時間や場所を選ばずに突然起こります。今日は大事な会議があるっていう時にも、大事な会議だから途中だからホットフラッシュの症状引っ込めといてあげるみたいなわけにはいかないんですね。そんな時でも突然やってきます。大事なデートの最中でも突然ホットフラッシュはやってくるわけなんですね。何にもなくても起こります。で、さらにやっぱりこの汗っていうのは目に見えてしまいますので、周りから見ていたとしても更年期の症状だなというふうに分かってしまうという、この二重の辛さがあったりもします。で、特にですね、起こりやすい時っていうのも分かっていて、どういった時に起こりやすいかというと、すごく気持ちが緊張している時とか、張り詰めている時、また強いストレスを感じている時っていうのは、よりこのホットフラッシュの症状出やすいですよなんていうようなことが分かっていたりもしています。で、そこでですね、今回対策ケアをいろいろご紹介していこうと思うんですけれども、やっぱりこの更年期だから仕方がないよなっていうよりも、自分でも何かできる方法がある、打つ手があるということができればですね、心の余裕が変わってくるわけなんですね。なので今回いくつか対処方法、対策ケア方法をご紹介していきます。で、一つ目はですね、顔の汗を一瞬で止めるツボ押し方法についてです。で、今回2つのツボをご紹介していきます。一つは奥襟と呼ばれるツボです。これどこにあるかというと、バストトップと鎖骨のちょうど中間地点にあります。このあたりですね、バストトップと鎖骨の中間地点にあるツボです。で、ここをですね、2分間程度ぐーっと押していくと、汗がね、止まりやすくなるのでおすすめです。で、そしてもう一つご紹介していきたいんですけれども、それどこかというと、大砲と呼ばれるツボです。で、これはですね、脇の下にあるツボです。場所どこかというと、このみぞおちから水平にね、横に移動していただいて、みぞおちから水平に横にしていただいて、で、そして脇からね、垂直に下がってきていただいて、ここが交わるところですね。みぞおちと脇から下にね、下がってきた線が交わるところにあるのが大砲と呼ばれるツボです。で、これはですね、両手の指を開いた状態で、なんでしょう、手をね、組んだ時なんかに、この中指がちょうど当たったりもします。
ますので、これ腕組むふりして、この大砲と呼ばれるツボをぐーっとね、押すっていうこともできますので、これだと結構仕事の合間とか、生活の合間にさりげなくこのツボを押しができるなんていうようなこともありますのでね、おすすめです。で、この奥へと大砲両方押さえたいよっていう場合は、親指をちょっと立てていただいて、で、そうするとこれもですね、腕組みしたつもりで2つのツボを同時にぐーっとね、押すことができますので、ぜひ試してみてください。で、これはですね、普段使いにこのツボ押しをね、ずっとするっていうのは、実はあんまりおすすめじゃないんですね。というのも、仕事中などでね、やっぱり今顔に汗かいたら、やばいみたいな困るっていうようなシチュエーションの時なんかに使うっていうのはすごくおすすめです。というのも、なぜかっていうと、人の体ってすごいよくできていて、反則発汗っていう風に呼ばれるんですけれども、どこかの汗を抑えると違う部分で汗をかくっていう風にできていたりするんですね。なので、このツボ押しでは、この顔周り、この首から上についてのね、汗っていうのはぐっと抑えることができるんですけれども、だけど他の場所に汗をかきやすくなってしまう。お腹周り、背中周りとかね、そのあたりに汗をかきやすくなってしまうというようなことがあるので、普段使いするっていうよりかは、ここぞという時にね、使うっていうのがいいのではないでしょうか。余談なんですけれども、メイクが流れ落ちちゃうと困ってしまうような、この舞妓さんとか、あと舞台女優さんなんかが、帯を巻くとき、着物とかで帯巻くじゃないですか。衣装とかでね。その時に、このツボが押されるように、この帯を巻くんですって。で、そして顔の汗を抑えているそうですよ。よかったらですね、参考にされていただけたらと思います。ではですね、対策ケアの2つ目です。これはね、普段使いできる方法です。リラックスする呼吸法。これ、ホットフラッシュ、主には自律神経の乱れで起こってきます。で、特にね、緊張した時とか、強いストレス感じてるっていう時に、ホットフラッシュの症状より起こりやすくなるんですね。で、そこで今回ご紹介するのは、リラックスする呼吸法についてです。で、ポイントはですね、1対2で呼吸をする。1対2の呼吸法を使います。どういうことかというと、吸った時間の2倍の長さで息を吐き出すというような呼吸法です。これゆっくりと息を吐き出すっていうことで自律神経を整えてストレスの軽減にもつながってくるんですね。例えば4秒で息を吸います。1、2、3、4。そしたら8秒間かけて呼吸をゆっくりと吐き出します。1、2、3、4、5、6、7、8というような具合です。で、これですね、さらに余裕が出てきたら、この呼吸と連動をさせて、首を上下に動かしてあげるっていう呼吸がとってもおすすめです。これなぜかというと、私たちこの首の後ろに自律神経の副交感神経っていうリラックスする神経の根っこが集約されてるんですね。で、ここを呼吸と連動させて動かしてあげることで、すごく短時間でも質の高いリラックス効果を得るということができます。実際にね、ちょっと一回行ってみると、まず鼻から息を4秒間かけて吸います。この時に斜め上を向きます。で、そして口から息を8秒間かけてゆっくり吐き出しながら、この時に顎をぐーっと引きます。二重顎になる状態を作っていきます。首の付け根がストレッチされるようにしていきます。もう一回いきましょう。4秒間かけて息を吸います。この時斜め上です。で、そして口から息を細く長く吐き出しながらぐーっと顎を引いていきます。二重顎になる状態を作ります。首の付け根がぐっとストレッチされるようにしていってください。はい、っていうようなね、具合の呼吸法、ぜひやってみてください。この呼吸法を覚えたら、本当にいつでもどこでもできる方法だと思いますのでね、ぜひ試していただけたら、とっても、リラックスするのでおすすめです。では、そしたらですね、対策ケアの3つ目ご紹介していきましょう。備えて安心便利グッズについてです。ホットフラッシュっていうのはやっぱりね、時間や場所を選ばずに起こりますよね。外出先で起こったらどうしようとか、不安になるっていう方もいるのではないでしょうか。で、そこで今回はですね、ホットフラッシュ対策として、
持っていて、準備していてよかったというのを経験者の女性たちに聞いたものですね。この経験者の女性たちにアンケート調査をしたものをですね、ご紹介していこうというふうに思います。やっぱりこれもですね、いざっていう時も備えがあれば心に余裕ができますので、よかったら参考にしていただけたらと思います。で、一つ目。ダントツでこれ1位だったんですけど、手持ち扇風機です。これホットフラッシュ対策として手持ち扇風機とかね、扇子で顔に風を当てるっていうの回答がね、すごくダントツで1位でした。これ今結構すごい軽いものがあったりとか、また充電式のものとか、USB で充電できて動くものとか、結構ね、便利なものが出てるんですよね。手持ちもできるし、あと自立できるものとかもあるので、そうするとオフィスで、ね、デスクワーク、今お家でデスクワークするときなんかにも机の上に扇風機置けたりとかもするので、結構ね、便利だということです。今は扇風機にもなるし、あといざという時はモバイルバッテリーにもなるしみたいな、結構優れものが出ていたりもするので、気になる方はね、概要欄にリンク貼っておくので見てみてください。備えて安心便利グッズ2つ目はアイスノンや冷感マフラーです。首の後ろをすぐに冷やせるものっていうのがすごくいいというふうにおっしゃっていました。で、これなんかね、いろいろ調べてみると結構ね、重くなくって持ち運びに便利そうなものが今たくさん出ています。夏の熱中症対策にも使えるようです。また今濡らさなくてもすごい冷たいタオルみたいなのもあるようで、すごいね、便利だなというふうに思いました。で、そして3つ目。これはですね、カーディガンなど脱ぎ着しやすい服、あと簡単なね、着替えがあるといいよなんていう声が多かったです。簡単に脱ぎ着ができて体温調節ができるように、カーディガンなどの羽織れるものが1枚あるとすごく便利。で、また汗をかいた後っていうのは、今度体が冷え始めてしまうんですね。なので、荷物が増えちゃうんですけれども、簡単なね、肌着だけでも持っておくとすごく、安心よなんていうような声をいただいたりもしました。で、そして4つ目はですね、ハンカチや汗拭きシートですね。汗をよく吸ってくれるものがね、もう1枚あるともうすごくね、安心だというような声がとっても多かったです。では次行きましょう。ホットフラッシュの後に注意するべきことについてです。ホットフラッシュが起こった後というのは、脱水症状に注意です。これですね、暑くなくても暑いという風に脳が勘違いをしてしまって、驚くほど汗をかいてしまう。これがホットフラッシュです。汗をかいてしまった後っていうのは、やっぱり体の水分が出ていってしまっているっていうことですので、脱水症状にはすごくね、要注意なんです。こまめに水分補給をされてください。で、また、更年期のホットフラッシュだという風に思っていたら、実は更年期症状ではなくてですね、甲状腺の病気が隠れていたとか、血圧に問題があったというふうに、他の病気が隠れているという可能性もあります。なので、やっぱりね、不安な状態、不調が続いている状態っていうのが、続く場合はですね、婦人科に行って検査をしてもらうというのはすごく大切な選択肢です。それでは続いて、ホットフラッシュの症状を軽くする生活のコツについてです。実は運動をすることでホットフラッシュが楽になるっていうことを知っているでしょうか？これはですね、イギリスのリバプール・ジョン・ムーア大学の研究なんですけれども、すごくね、興味深いものがあります。40代、50代の女性が週に3回から5回の、おおよそ1日あたり30分から45分間程度の軽く汗をかく運動を続けていったんですね。で、そうすると、ホットフラッシュの起こる頻度っていうのが大幅に減少したっていうことが分かりました。で、さらに、ホットフラッシュが起こったとしても、ほてりの強さっていうのがすごく軽くなったっていうようなことがこの研究から分かっているんですね。なので、体を動かすことっていうのはとってもおすすめです。これ実は私たちって運動することで自律神経が整いやすくなるということが分かっているんです。なのでね、ぜひ運動習慣なかなかないな、最近運動不足だなという方はですね、もうウォーキングから始めてみるというのはいかがでしょうか。ホットフラッシュに関わら
らず、やっぱりね、運動していくことですごく体が快適になってきます。心もね、晴れやかになってきます。私もですね、地元で幅広い年代の方々に向けて、エクササイズインストラクターをね、やっていて、伝えていたりもするんですけれども、結構ご参加されると皆さんみるみる顔色が良くなったり、またね、気持ちも明るくなって、すごく発言もね、活発になられていらっしゃったり、なんかすごく回復されていかれているっていう様子がもう目に見えてわかるっていうのを実感しています。もう運動するメリットっていうのはもう計り知れないわけなんですけれども、やっぱりね、座りっぱなしの生活が多いなーっていう方はもうまずはテンポよく、ウォーキングからでも、すごいね、いい効果がありますので始めてみるのはいかがでしょうか。というので、更年期のホットフラッシュについて自分でできる対策ケア方法をご紹介していきました。更年期だから仕方がないではなくって、自分でも何か取り組めることがある、できることがあるっていうのはすごく自信につながりますので、できるところから一つでも二つでもぜひ試してみてください。また YouTube チェブラチャンネルでは更年期をテーマに健康に快適にご機嫌に過ごしていけるような、そんなヒントやアイデアを発信しています。ぜひチャンネル登録をして日頃の心と体の健康づくりにお役立てくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。